皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、地方行政における警国への支援の動きというものを少し取り上げていこうと思います。お隣の国で行われているボイコットジャパン運動、日本製品は買わない、もしくは日本への旅行などはやめようという動きについて、これまで何度か取り上げてきましたが、一方で日本側の動きといったものはあまり取り上げてきませんでした。その中において今回取り上げる記事というのは、県の職員が自分たちの私費を使って搭乗率を上げようということが行政組織の中で行われているということを伝える記事です。なんでそんなことをしてしまうのだというツッコミを入れたいところなんですが、まずは記事をお聞きください。朝日新聞より、ソウル便に乗っては依頼圧力県幹部に批判の声。日韓関係の悪化により国内各地でソウル便の運休や搭乗率の低下が相次ぐ中、松山ソウル便の搭乗率維持のため、愛媛県経済労働部の幹部が他部局の幹部に対し職員の私的な搭乗を依頼していることが分かった。担当課はお願いとしているが、職員からはなぜ私費で行かなくてはいけないのかと批判の声が上がっている。松山ソウル便は2017年に警国の格安航空会社のチェジュ航空が就航、現在直行便を週3往復運航している。これまで80から 90% 台の搭乗率を維持していたが、今年8月は 75%、9月に 63% に落ち込んだ。国際線の進行を担当している同部の国際交流課によると、この状況を受け、部の幹部が10から12月に職員やその家族ら600人程度が乗った場合、全体の搭乗率が1割程度上がると試算。9月末以降、他の部局の幹部に口頭で依頼し、人数の割り当ても提示したという。担当者は、ノルマや強制ではなく、あくまでもお願い。直行便の良さを県民に伝える上で、まずは職員やその家族に知ってもらい、PR のきっかけになればと思ったと説明する。しかし、複数の職員によると、依頼を受けたある部署では、文書が作成され、職員の人数をもとに各課ごとの目標人数が定められたという。また、別の部署では、上司から、うちからも必ず行かなくてはいけないと説明されたという。部署ごとに対応は様々で、親睦会のための積立金から旅行費の一部を捻出する部署もあれば、部下に頼みづらいと感じた管理職が自ら渡航することもあるという。ある職員は、上司に頼まれたら断れない。苦境はわかるが、県職員の私費で搭乗率を上げるのはおかしいと話した。国際交流課によると、依頼をした幹部は目安として伝えたが、その際に目標と言ったかもしれないと話しているという。3ヶ月間で何人乗ったかは今後確認するといい、依頼を取り下げる予定はないという。法務省の出入国管理統計によると、18年に松山空港から入国した外国人は約3万2000人、うち6割強にあたる約2万1000人が警国人だった。県はインバウンド対策として、ソウル便の誘致に力を入れてきたほか、パスポート新規取得者にツアー代のクーポン券を助成してきた。この記事の恐ろしいところはいわば問題しかないというところです。1から10まで見たところで何か良いことがあるかといえば何もないような状態の記事です。まず第一の問題は、やはり何といっても行政機関の中において、あちらの国に行くことがほぼ強制的な圧力を持って行われているということです。そして記事になった後においても、このような依頼を取り下げる予定はありませんよという、その当事者意識のなさです。この職員たちは当然のようにして税金をもらって働いている職員です。一体このようなことがなぜ行われているかといえば、それはまさに自分たちの責任問題になるのが嫌だという自分の保身のためです。行政機関において数値が出るかというのは非常にその数値にこだわるものです。観光について振興するかということであれば当然のように観光客数がどれだけ伸びたかというのが仕事の成果として現れます。今ボイコットジャパン運動の進展によってあちらの国から来るお客さんが減っているなというのが年間を通したデータとして出てくれば、観光を振興すべき課の職員たちがこれだけの数値を持ってマイナスになっていますよ。一体あなたたちは税金をもらって一体この1年間何をやっていたんですかというふうな責任追及をされるのが嫌がっているというわけです。そのために自己保身として
自分たちが何とかできるその行政機関の中において、あなたたちの課は何人いますね。じゃあ何人いてくれたら、これで搭乗率が何%上がって私たちの身が守れますなどということを依頼しているわけです。実際にはこれはもちろん強制ではないというふうに言ってるわけですが、強制ではないなら一体なぜこのような話をそもそもするのかというそこから問題があります。この人たちがもらっている給料は私たちの税金です。結局はその税金を使って私費を使っていったとしても、回り回って考えていけば結局は税金を使ってあの国を助けるようなことをしているというふうに見ることができます。私のチャンネルでは、英国から来るお客さんについては大事にする必要はない。もっと世界中に目を向けて世界中からお客さんを来るように運動すべきだという話を何度となくしてきました。これは何も感情的な問題として警国の人たちを優先すべきではないというようなそのような話をしているわけではありません。ビジネスとして一つのデータがあります。それは世界中からやってくる観光客において警国の人たちがワースト1の支出額ということは事実としてあるのです。最も狙わないでいいお客さんにターゲットを絞ってそこにプロモーションの費用をかけるというのはコスト感覚として間違っているのです。そのコスト感覚の間違っているその最大の原因は何かといえば数で見ていることです。今年は何万人来ましたね。来年は何万人増えたら嬉しいなというような話をしていたのでは、それはビジネスとして全く間違っています。警国の人たち2人を呼ぶよりも、それ以外の国のから1人を呼ぶだけで同じだけの金額を支出するのです。人数が多ければ多いほどインフラに対する圧力というものは加わっていきます。バスを利用するのであれば、1人より2人の方がより大きく地元の人たちの生活を脅かします。宿泊施設においても、安ければ安いほどいいというお客さんよりも、日本を楽しむために良い旅館を取ろうと考える人をより多く呼んできた方が、はるかに地元経済のためにも良いのです。実際私の住んでいる地域も地方空港があります。その空港においては、このボイコットジャパン運動の影響によってソウル便というものが廃止が決まりました。そのこと自体は悪いニュースとして地元のテレビ局なども報道していたのですが、私自身はもっと他に台湾や中国、もしくは東南アジアまで路線を伸ばせばいいじゃないかというふうなことを何度となく言っていました。そして実際に県の職員たちは台湾便の就航にこぎつけましたし、同じく中国の上海便などの就航についても中国の航空会社との交渉を進めているというニュースなども流れていました。何度も言いますが、そもそも警国の人たちを優先して人数だけを追うような観光政策というのは間違っているのです。行政組織というものはついついこの人数という数にとらわれて、それによって地元経済にどれだけの経済効果があるかといったところを見逃している点があります。今回の件においても、少なくとも税金をもらっている職員たちが自腹を切って警国に行かなければならないなどということを、職員の中でやり取りすること自体が大きな間違いです。まずはその経済感覚のなさからしっかりと勉強し直す必要があると私は思っていました。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それではチャンネル登録していない方はこの機会にぜひともチャンネル登録を。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。